おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはこの部品取りの2号機からエンジンを下ろしたいと思います。1号機のエンジンがブローして使えないことが判明したので、こっちの部品取り車のエンジンを使えればいいなぁと思ってエンジンを下ろします。見た目はね、あまり良くない。使えないかもしれない。ただ下ろしてみないと使えるか使えないかわからないから、とりあえずエンジン下ろします。あと、液マニ、タービン、フロントパイプ、プロペラシャフト、PPF とか、1号機には付いてなかった部品がちゃんと付いているので、そういうのも外していきたいと思います。それじゃあ作業スタートです。まずはオイル抜いてきます。尋常じゃないほど真っ黒。オイルクーラー外した時になんとなく分かってはいたけど、これやばいよね。絶対やばいよね。次ミッションオイルも抜いちゃいます。ミッションオイルは全然汚れてないです。めっちゃ綺麗。でもマグネット鉄粉すごい。これミッションもやばいかもしれない。ミッションは使うかどうかわかんないけどね。1号機のやつがまだあるから、あっち開けてみないとわかんないけど、とりあえずこの2号機のミッションはちょっと嫌な感じがする。でも変なの、ミッションオイルめっちゃ綺麗なのに鉄粉がいっぱいついてるってどういうことだろう。次、ミッション支えてる PPF っていう部品、この黒いやつ、これがミッションから後ろのデファレンシャルまでつながってます。これ外して、あとプロペラシャフト外してやっていきたいと思います。下回りで撮影しにくいから先に物撮りだけやっておきます。ミッションの固定方法こんな感じで、ずーっと後ろの方へつながっていって、ずーっと後ろの方へ来て、プロペラシャフトはここまでつなぎ目なし、デファレンシャルのところでつながってる形です。で PPF もここデファレンシャルのところで固定されてるので、これ外せばプロペラシャフトと PPF が外れてミッションがチューブラリン状態になります。 FD はミッションマウントやっぱないですね。この PPF で支えてるんだ。だからミッションにはマウントがなくて、エンジンにくっついた状態でエンジンがボディにマウントされている、そういう形になってます。それじゃあ分解作業やっていきます。プロペラシャフトのカバー、今デフの下についてるサポートバーを外しています。ヤフオクで調べてみたんですけど、同じ部品見つけることができませんでした。これも1号機についていなかった部品だから回収することができてよかったです。こういうちっちゃい部品探すの大変ですよね。サポートバー取れました。次はプロペラシャフトのフランジを外そうとしています。ボルトの錆びがすごくてスパナじゃ全然緩められませんでした。もう少し車を高く上げて作業すればやりやすかったのかなって気もするんですけど、あんまり高く上げるとバランス崩して落ちたら困るから、上げる高さは最低限で作業やってました。結局緩めることできなかったんで、いつも通りインパクトに頑張ってもらいます。外れた。やっぱこのインパクト強い。プロペラシャフト取れました。次は PPF を外していきます。緩めるのはやっぱりインパクトに頑張ってもらいます。ただ上向いての作業、錆がすごい降ってきて、メガネかけて作業やった方が良かったかもしれないです。結構目がゴロゴロしてました。ほんとこの車錆がひどい。はい、ということで取り外したプロペラシャフトと PPF。まずはプロペラシャフト。これはね、再使用できなそう。ベアリングの動きがあまり良くないっす。
錆びてるからもう多分ダメだね。これは交換だな。でこれ交換できるベアリングじゃなくてカシメタイプのやつなんで、交換する場合はベアリングじゃなくてプロペラシャフト1本丸ごと交換になります。これは中古探しましょう。そして PPF、 なんかこの辺の溶接してるあたりとかが割れやすいっていう FD の持病があるみたいなんですけど、特に割れてたりとかはなさそうです。このまま使えそうな感じがする。ちょっと汚いけどね、汚くて若干錆が出てるから、綺麗に塗装し直してあげればまだまだ使えそうな感じがします。それじゃあ外せるところどんどん外していきます。まずはベルトいらないからベルト切っちゃう。うわ、へばりついてる。錆びてベルトがくっついてました。パワーステとオイルクーラーのホースを切り離します。スナップリング外してここのホースをこじれば錆びついてる。抜けてこない。こっちも抜けない。これはまずいな。切っちゃう。ホース切っちゃう切るか。どうせ再使用できないもんね。まずはオイルクーラーのホース切っちゃいます。こっちもオイルクーラー。よし。エアコンのホースも切って外しちゃいます。なんかもう配管ボロいしね。こういうホース類再使用しない。全部切り落としちゃう。セルモーターとかの線、あとオルタネーターもこれを外しちゃいます。よいしょ。エンジンを下ろす準備ができました。外せるものはね、ほぼ外したと思う。今回もエンジンとミッションくっつけたまま下ろします。前回1号機外した時はタービンとかがついてなかったから、この辺がちょっと心配なんですけど、タービンもフロントパイプもつけたまま挑戦してみたいと思います。なんかね、ネット見たらね、くっつけたまま下ろせるみたいなこと書いてあったんですよ。で、こっち側、ハーネスはコンピューターの方から外してきて、こんな感じにしてあります。だからこの辺のインマニの中の方についてるコネクターとかは一切外してないです。エンジンを下ろしてから後で外す予定。そして下側は PPF とか外したし、セルモーターの配線も外したし、あとはエンジンマウントを取れば終わりかな。もしかしたらね、ここのステアリングラックが邪魔になるかもしれないから、これだけネジ外してちょっと手前に下ろそうかなとかは考えてます。そのぐらいでいけそうな気がするので、ちょっと一回挑戦してみます。ダメだったらなんか他の部品外してもうちょっと外しやすくするかもしれないです。エンジンマウント切り離します。ダメだね、やっぱ干渉するところがあるね。ここのクラッチのマスターが引っかかっちゃってるんで、これ外します。エンジンマウントボルトは外したんですけど、マウント自体がメンバーに乗っかっちゃってて、エンジンがこれ以上吊り上げられないです。なのでメンバー外さないとダメですね。構造が分かりにくいと思って別でインサートを取ってきました。これ1号機のメンバーです。この穴の開いてる部分にエンジンマウントがはまっている形です。ここからマウントを抜かない限りエンジンをずらすことができません。
どのみちこのエンジンメンバー状態が良さそうで、1号機のやつはね、へしゃげてたから、こっち使う予定だったんで、これメンバー先に外してしまいます。だから、足回り、ロアアームとか外して、タイロット外して、メンバー下ろして、で、エンジン吊り上げる。そんな感じでやっていこうと思います。それじゃあバラしていきます。よいしょ。ブレーキキャリパーは外す必要なかったんだけど、ストックとして記念に取っておきます。コレクション。いや、もしかしたら1号機のやつがダメな可能性もあるから、念のため。うわー、最悪。フレームの中のナットが溶接剥がれて一緒に回っちゃってる。こんな状態。これがスタビライザーで、そのステーで、固定がフレームにボルト止めです。で、中の方はナットがフレームに溶接されてます。ただ、もう中の溶接が剥がれて、このナットがずーっと回り続けちゃうから、ここ、金の子でカットします。失敗したね。エアーソーを持ってればこれもっと作業楽なのに。これベビーサンダーで、これも挑戦しようとしたんですけど、これちょうどよくこう刃が届かないんですよ。エアーソーがあればきっとここスパッと切れるから楽だったと思うのに。かれこれ手作業で15分間ノコギリをギコギコやってます。もうそろそろね、落ちるはずなんですよね。取れた。ねじったら取れた。よいしょ。よし。はい。スタビライザーが取れました。じゃーん。ステー付き。このステーがね、1号機なかったんですよ。だからこれ活かして取りたかったから、頑張って外しました。もう、エアソー買うの決めた。ネットで注文します。ステアリングラック外します。錆びてステアリングシャフトが抜けない。いいや、とりあえずこのままにしとこう。ロアアーム切り離してメンバーネジ外しちゃいます。よしたびたびすいません。作戦変更です。ロアアームの後ろ側のボルト全然緩まない。ここスパナかけようとしても、もうこれしか可動範囲なくて、インパクトはここの隙間にそもそも入らないし、緩められなかったです、後ろ側。そして反対の運転席側、こっちは前の方を外そうとしたらねじ切れました。M12 のボルトナットなんですけど、これねじ切れるぐらい錆びついててほんと緩まなかったんで、ロアアーム外すのは諦めて、ロアアームをつけたままエンジンメンバーを下ろします。だからこっちのナックルのここのジョイント外して、サスペンション外して、でロアアームフリーな状態にしてメンバーを下ろします。 M12 のボルトがねじ切れるって相当だよね。このサイズなかなかねじ切ることないんだけどな。ちなみにちぎれたボルトナットこんな感じ。こっちがナット側。もうラスペネもね、だいぶ前からかけて浸透してるだろうなと思ってたんですけど、全然ダメだった。
うっそダメ、全然ダメ、これダメ。サスペンションのここの取り付けボルト、こっちのナットは緩んだんですけど、ボルトが全然抜けてこなくて、これ今ね、1キロのハンマーでぶったたいてたんですけど、ボルトが抜けずにこっちのロアアームが曲がってっちゃいました。ここ今隙間できてるのね、アームがこう開いてる。信じられない。もうこれダメだね。仕方がないので、サスペンションのアッパーマウント、ここのボルトが緩んだから、これ外して、ショックもロアアームにくっつけた状態で外します。もう、どこもかしこも緩まない。あとね、ここのボールジョイントのとこ外せば、足回りは切り離せるので、とりあえず外しちゃいます。これでメンバーがやっと降りる。やっと外れた。メンバー外すのにめっちゃ時間かかったこれだったら中古のメンバー買った方が早かったかもしれない。すげえ時間かかったけど外せました。とりあえずこのままエンジン下ろし続けてやっちゃいます。あとは1号機のエンジンを下ろした時と同じようにうまいことこう物を避けながら上げれば出せるはずなので、あとはできるでしょもうなんかちょっとヘトヘト。降りた。 FD のエンジンとミッションってこんなでかかったっけミッションは前回のとそんなにサイズ変わんないはずっていうか全く同じはず。ただエンジンが補給類ついたまま今回外したんですごいでっかく感じるね。タービンとかフロントパイプついてるのもそうだし、こっち側にはパワーステポンプとエアコンのコンプレッサー、前回これはついてない状態で外したからすごくちっちゃいエンジンだなと思ってたけど、補給類ついてるとすごくでかく感じるね。今回はハーネスもつけたまま外したからエンジン周りほんとぎゅうぎゅうです。どんな作りになってるか分かりやすいように一回エンジンの雰囲気全体を取りましょうか。1号機外した時はね、あんまりこういうの見えなかったから。結構インマニの中もぎゅうぎゅうね。配線とかでもういっぱいいっぱいだわ。これ組み立てるの大変そう。フロントパイプ、タービン。タービンはねオイル漏れしてるっぽいですね。ほらもうギットギト。下のエンジンマウントとかがオイルでべっとりになってるから、多分タービンからオイル持ってます。はい、という感じでした。映像としてはねちょっと新しい感じがしますね。同じ作業をやってるはずなのに。で外してみてちょっと気になった部分、これフロントパイプ純正品かな社外品かな、どっちかわかんないんですけど錆びて穴開いてました。パイプね、穴開き、ほら穴が開いてる。錆びすごいもんね。なんでこんなに錆びてんだろうと思ってマグネットこうやってつけてみたら鉄のマフラーなんですよ。ああ鉄か、仕方ないよなーって思いながら、こっち側ステンレスなんですよ。ステンレスに鉄溶接してんのすごいね。だから錆びるんですよ。これ純正か社外品か分かんないけど、これやるんだったらステンレスで1本作りたいよね。
っていうか遮熱板もついてないから社外品なのかな、ちょっとわかんないです。どういうあれかはわかんないです。知ってる方コメントで教えていただけると助かります。多分社外品っぽい気がする。そしたらあとは保管しやすいようにミッションとエンジンを分離してバラバラにしたら本日の作業は終了です。ミッションとあとフロントパイプも外します。これちょっと長くて置くのに場所取っちゃうからパイプだけ外しちゃう。うわー、すげえ、なんかすげえことになった。マフラー外したら中からススがいっぱいブワーって出てきました。これサビじゃなくてススですね。次レリーズシリンダーとセルモーター外します。そしてミッション下のこの蓋を外してクラッチからレリーズベアリングを外すと、これプル式のクラッチだからね、この外し方です。あんな小づいた程度じゃ外れないんでちゃんと下に潜って作業をやりましょう。ただ上からクラッチのカスが降ってくるのでメガネはかけた方がいいです。今何をやっているのかというと、レリーズベアリングに引っかかっているリングを外そうとしています。これがクラッチカバーに引っかかっていてレリーズベアリングが外れないようになっているので、ドライバーとかプライバーとか入れてこじってうまいことずらしてあげます。画像を切り替えると外れたのが分かりやすいかなと思います。これがこうなります。せーの、よっしゃ、抜けた。ミッション取れました。今度は純正クラッチ、社外品じゃないですね。ノーマルのクラッチフライホイールです。サビすごいけど、あとエンジンのオイル漏れが結構はっきりと見えるようになりました。果たしてエンジンの中身どうなってるでしょうか。ミッション側はこんな感じでした。結構汚れてる。オイル汚れもそうだしダストもそうだし、あんまり状態は良くなさそうな感じがします。ちなみに本日外した部品たちはこちらでございます。今回もまあまあな量を外したね。1号機についてなかった部品たち買い揃えるとまあまあいいお値段になると思います。ただやっぱ使えない部品も何ぼかあったりするから、この辺は別で用意しなきゃダメかもしれないですね。こういうブラケットとかステーとかこういう取り付けるパーツはヤフオクとかでもなかなか出てこないから、こういうのは部品取り車があると便利ですね。そして外すのに一番手こずったエンジンメンバー。メンバー自体はそんなに錆びてないです。ただネジ類が本当に錆びがひどかった。この辺とかも外せなかったからくっつけたまんま下ろしてきました。この状態ならバーナーで炙ったりとか工具とかもかけやすいしね、ちゃんと外すことができると思います。これはラスペネ浸透させといて、もう少し緩みやすくなってから後日作業をやっていきたいと思います。メンバー自体はねそんなに錆びとかもなくて綺麗に掃除して塗装し直せば使えると思います。裏面見てもへこんでたりとか曲がってたりとかそういうのはないので全然使えると思います。はい、ということで今日の動画、部品取り車からエンジンとミッションを下ろす、無事ノルマ達成いたしました。いや大変だった。1号機の時ね部品もほとんどついてなくて割と下ろすの楽だったから今回もサクッと下ろせると思ってたんですけど、全然めちゃくちゃ大変だった。部品がたくさんついてるからっていうのもあるんだけど、それ以上に錆びたネジとの戦い。もう途中からエンジン下ろせないんじゃないかって思ってたんですけど、無事下ろすことができて本当良かったです。
あとはこのエンジンバラバラに分解して洗浄してオーバーホールするだけです。果たしてこのエンジンが使えるのか使えないのか、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次回お会いいたしましょう。バイ。